にちは。どうも、アリベイチャンネルです。今回は、電動キックボードのね、いよいよちょっと公道に走るための準備をしたいなっていうことで、その公道を走るためのね、準備、どんなことをやればいいのかなっていうのを、順序立てて説明をしていきたいと思います。まず、日本国内で、電動キックボードを走りたいなっていう場合には、まずナンバーを取得する必要があります。で、ナンバーを取得するにあたって必要な書類を揃えなければいけません。で、もちろん原付として登録するので、自賠責の保険とかも加盟しないといけない。いろんなそういう障壁があります。なんでね、これを簡単に、僕がやった順序を説明していこうかなと思います。まずは一番最初にナンバーを取得する前に自賠責っていうのに入らなければいけません。自賠責に入るにあたっては保険会社に行かなければいけないって最初思うかもしれないですけど、そんなことはなくて、自動車の販売代理店だとか、一番身近なところで言うとコンビニですね。セブンとかローソンとかファミマとか、いろいろあります。まずコンビニで自賠責が買えるんで、自賠責を買いますね。で、僕の場合はファミリーマートがね、東京海上日動火災の保険取り扱いになってて、それでファミリーマートで実際に自賠責を買いました。で、自賠責を入るにあたって必要な情報があります。それは車体の打刻、刻印、またはシリアルナンバーですね。僕が買ったこの M365 の場合はそもそもフレームに打刻がされていなかったので、このシリアルナンバーを控えて自賠責を取りました。こんなんですね。自賠責を登録するにあたって必要な情報があって、その車台番号っていうのはシリアルナンバーまたは、打刻ですね。その唯一無二の個体を識別するナンバー、これが必要になります。これが車台番号、車両番号または標識の番号、自動車登録番号とかって書かれているもの、それが一つで、もう一つは、いつ、保険に加入するか、それから期間はどれだけなのか、あとはこれを所有する人、保険契約者の住所と氏名、これらが必要になっている。で、登録する種別としては原付なんで原付ですねっていう風に、入力を進めていくと、金額が出て、それをレジで払うみたいな感じになってます。で、レジで払った時に、自賠責のこの先ほど見せたこの加入証明書と、あと小さなステッカー、よくナンバーの横についてると思うんですけど、そのステッカーですね。何年の何月まで有効っていうそのステッカーがもらえます。自賠責を新規で登録する場合に車台番号を入れなきゃいけないんですね。で、継続して加入する場合は今登録の都道府県で発行するナンバープレートを入れなきゃいけないんです。どっちかですね。継続の場合はナンバープレートだし、新規の場合だったら車台番号を入れなきゃいけない。で、今回僕は車台番号を入力しました。で、それでコンビニで自賠責まず加入が完了しました。で、そしたらね、次は、どこに行くかっていうと、いよいよナンバープレートを発行しなきゃいけません。ナンバープレートはどうやって発行するのかっていうと、各都道府県の下のところの自治体ですね。東京都だったらあれなのかな、区役所とかになるのかな。私の場合はその地方の役所に行きました。で、そこの役所に、まず電話をかけて、で、原付のナンバーを取りたいんですと。で、ホームページに一応そのナンバーの取り方っていうのが載ってて、まずね、いる書類としては譲渡証明書または販売証明書で、譲渡証明っていうのはこれは誰かにもらいましたっていうその渡す人が渡される人に出す証明書なんですけど、だから中古で売買取引があった場合はその譲渡証明書があります。で、新規の場合は、日本国内で言ったらその販売証明っていうのが絶対に出されるんですね。で、
販売証明がもらえない場合は、販売証明もないし譲渡証明がない、要は今回僕が経験したような個人輸入で手に入れた場合、どうすればいいですかっていうのを私の住む役所に聞いたところ、役所の税務課が担当だったんですけど、その担当者の方が理由書っていうものをつければ大丈夫ですよと。譲渡書または販売証明書を発行できない理由、この理由書っていうのを添付することで、それらはいらないので、逆に理由書っていうのを書いてくださいってことを言われました。なので、理由書っていうのを、こんな感じのフォーマットで書きました。その理由書を書いて、かつその外観写真、どんな形状になっているのかっていうのが分かるような写真を1枚と、あとその個体識別番号、要はシリアルナンバーが分かる写真を1枚くださいということを言われました。なので私も10枚ぐらいパシャパシャいろんな角度から撮って、なおかつ、その個体識別番号が分かるような写真を撮ってですね、で役所に持ってきました。だから理由、個人輸入の場合は理由書、それから写真、外観の分かるもの、どんな形してんのかなっていう全体が分かるものと、個体識別番号が分かるもの。3つ目が自賠責入ってないと出せないって言われたんで、自賠責を新規で入りました。で自賠責の保険証明書、これコンビニで発行してもらうんですね。で印鑑な、あともう一つあった、領収書。アリエクスプレスの場合は一応電子的に出せれるので、僕それを焼いていきましたね。でかつ念のために輸入をした時にね、インボイスっていうものが添付されてくるんですけど、それとインボイスも合わせて持っていきました。だからこの5点セット、この5点セットを役所に持ってってナンバーが交付されます。でナンバーを交付するときにね、記入用紙があって、それにモーターの出力とかを書かなきゃいけないんで、その辺は技術的に、あらかじめ調べて、提出をしました。そんなところで、ナンバーが発行できます。でナンバーをね今度取れたんですけど、ナンバープレートをどうやってマウントするかなっていうのは、ブラケット、ナンバープレートをマウントするブラケットがないので、それを自作する必要があります。でね、電動キックボードってすごいダンピングするんですね。サスペンションが僕のやつはもともと入ってないので、ものすごい加速度で触れてすぐブラケットが吹っ飛びそうになります。だからボルトサイズの割と大きいサイズのもので軸力をかけて、がっちりとしたねマウントを作って、ナンバープレートのステイを作りました。ナンバープレートをもともと載せておくプレートみたいなのは、これバイク用のやつがAmazon とかで売ってるんで、それを買いました。でそれを買って、それにナンバープレートつけて、そのアッセンブリを既存のあるパーツからマウントして、取り付けていくっていうことですね。もうこれが一番大変だったかな。ポッシュっていうメーカーのステーがあって、原付2種のステッカーが貼れるプレートがついてる。前買ったこのブラケット、ここに穴が開いてるんですよ。ドライバーでグリグリやって、こう隠れるのがいいよな。取り付けできました。ナンバーここについて、でブレーキランプ見えるようにして、後ろのブラケットから2箇所たかって、なおかつ横のこのところから1箇所たかって、で3点止めでなってるんで、グラグラしてるけどいいだろこれで。やっぱりね、1回目やった時は部品がちょっと走ってたら吹っ飛んでって、それでちゃんとマウントしないとダメだなと思って、それでいろいろ試行錯誤しながら今の形状になった感じです。でナンバープレートをつけたんですけど、まだね保安部品がついてないので、次回の動画ではその保安部品をね実際取り付ける改造をして紹介していきたいと思います。
具体的にはホーンを、今ベルなんですけど、ベルはダメなので、電子式のホーンをつけたりだとか、ウインカーですね。これフランスからルミボードっていうパーツが出てて、で、ちょっとそれはね、また別動画で、扱っていきたいんですけど、この手元でね、ウインカーできる、そんな部品がフランスで売ってましたんで、そのフランスのサイトから直接買うとか、そういうこともして、取り付けとかもしてます。あとは微灯の取り付けをどういう風にするかとか、そんなところですね。終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあねー、また。バイバイ。